本当は死んでなんかない。他のみんなもこれが今日最後の問題だから分かった人は手を挙げて。レベッカ先生って彼氏いるんですか？この問題より難しい質問ね。先生がこの大学に臨時講師として赴任してきてからもう1ヶ月は経ってますよね。そろそろそういう相手ができてもいい頃なんじゃないかなって。確かに。それとも遠距離恋愛してる彼氏がいるとか、それか意外と超ワケありな人と付き合ってて公表できないとか。あなたはどうなのオリビア・プライス。私の彼氏はあれ俺のこと。理学部第一部科学科で一番人気のルーカス・バトラーです。本当にそうなの。知らなかった。ほら、なんだ付き合ってた。俺たち付き合ってる。いいでしょう。オリビア、席に戻るんで。この化学反応式解けません。 IQ230 のメアリーでも解けない。レアード、発言するなら手を挙げて。レアード。正解よメアリー。この化学反応式は解くことができない。この地球には人間には答えを出すことができない、解明されていない科学が数えきれないほど存在する。そのことを再認識してほしかったの。でもその分新しい発見ができる可能性がある。例えばこれを単なる連立方程式。レベッカ先生、人間に不可能なことでも人間以上の存在であれば可能になるということですよね。人間以上の何者かがこの世界を支配する日が来る可能性があるってことですか？私が言いたいのはそういうことではないし、そんな未来が来ないことを祈ってるわ。それに終わった。じゃあなるほど。ルーカス、また貸してね。さっきのは恥ずかしかった。シズバが食いくぞ。誰？誰でもない。あなたから寂しさと怒りを感じる。え？私と同じ。人間は寂しい時に寂しいと言えない。なぜだと思いますか？君この大学の学生？なぜだと思いますか？寂しい人間は自分を惨めだと感じてる。だから寂しい時に寂しいと言えない。私は寂しさは自分を変える力になると思ってる。寂しさが怒りに変わる。あなたはそう感じてるかもしれないけど、本当は違うと思う。寂しさは私の生き方を変えてくれたの。本当は
生きてるって感じがしないんだけど。俺も君と似たようなもんだ。生きてる気がしない。生きている気がしない。ああ、今日は何の日か知ってますか？今日は私にとってもあなたにとっても残りの人生の最初の日。今日が始まりの日。やっぱり私と同じ。君ちょっと待って。ここに来たらまた会えますか？今日が始まりの日？レベッカ先生、ベサニー先生、これありがとうございました。お役に立ちました？とっても。ここの学生たちは特に頭がいいから、専門以外の分野もちょっとは勉強しとかないと。あ、そういえばまたこの大学の学生が。またですか？はい。じゃあ。エズラ学長、レベッカ・チェンバースです。はい、どうぞお入りください。失礼します。ああ、いかがですか。少しは慣れましたか。はい、私の講義を受講しているメアリー・グレイという子がいろいろと教えてくれます。おお、広大なこの大学の敷地内も案内してくれて。そうですか。それはよかった。それで何か？メアリー・グレイは素晴らしい頭脳を持っている。この大学にとって必要不可欠な存在です。くだらないことで彼女に負担をかけるのはやめていただきたい。ところで、数ヶ月前から起こっている失踪事件のことを知っていますよね。はい、この大学に通う学生が何人か。私はここの学長としてこの大学を大事にしてきました。言うなればこの大学は私の人生の全てです。ですからこの学校に何らかの傷がつくようなことは絶対にあってはならない。人の噂というのは恐ろしいものです。何年もかけて大事にしてきた全てのものが一瞬のうちに崩壊してしまうこともあるからですよ。レベッカ先生、もし何か気になっていることや知っていることがあるなら話してもらえますか？特にありません。内密にこの大学内のことを調査してもらっている刑事さんだ。フィロソフィー死刑のバリントン・マイヤです。臨時講師のレベッカ・チェンバースです。レベッカ先生は化石に興味がおありですか？え？先生がこの大学のウエストエリアにある化石博物館や考古学図書館に足を運ぶ姿を何回もお見かけしたもので。私が専門とする化学という学問領域が取り扱う対象は壮大な物質世界、生命世界です。化石や考古学に興味があるのは当然のことですが、エズラ学長が何らかの理由で私の行動範囲を規制するというのなら、無論それに従います。いいんですよ先生。人は学ぶために生きてるんです。地球の未来のために学んでるんですから、
もっともっと学んでその知能を高めてください。そのためにこの大学を作ったんですよ。ですからこの大学を守るためにレベッカ先生、この私に協力していただきたい。それだけです、先生。わかりました。何かあればご報告いたします。ありがとう。失礼します。やはり何か知ってるかもしれませんね、エズラ学長。一階の秘書である私が口出しすることではないかもしれませんが、マッシュ、お前は単なる秘書ではないんだよ。遠慮せずに何でも言ってくれ。バリントン刑事への賄賂、ここ連日渡しすぎかと。それにあの刑事はなぜか信用できません。そうだな、あの男、金への執着心は異常だ。でも金を渡せばきちんと働いてくれる。執着心というのはイコール不安だな。不安には終わりがないんだよ。終わりのないあの刑事はずっとここで働いてくれるだろう。だから雇ったんだ。それだけだよ。大変な苦労と時間をかけてこの大学をここまで大きくした学長が些細なことで大学に傷をつけたくないお気持ちは分かります。時には警察機関との癒着が必要だということもですが、もしも何かことが起きてその隠蔽に失敗したら、その時は警察は私たちを裏切り手のひらを返すかもしれない。マッシュ、お前の言ってることはいつも正しい。本当にお前は賢い子だな。お前は私の自慢の息子だ。出過ぎたことを言ってしまい申し訳ありませんでした。いいんだよ、マッシュ。私が本当に信じているのは、マッシュ、お前だよ。お前の方こそ信用できなそうだな、マッシュ・ラッセル。メアリー、どうしたの？さっきは変な質問してすいませんでした。最近いろいろ怖くて。先生？何？先生の今の人生は先生が自分で決めたんですよね。自分ではそのつもりだけど、どうして？やりたいことよりもやらなければいけないことに気づいたんです。自分の使命に気づける人間は本当にごくわずかだと思う。そのことに気づけたならそうするべきじゃない？はい、そうですよね。ありがとうございます。ああ、そうだ、メアリー君、君の論文素晴らしかったよ。ありがとうございます。確か題目はリセット。そう、リセット。オリビア、どうしたの？レベカ先生、何が起こってるんですか？レベカ先生、先生。ベザニー先生、この近くで鍵をかけられる場所は？一番近いのは視聴覚室です。この子たちをそこに避難させてください。分かった、こっちへ。助けて！鍵のかかる部屋にすぐに助けに行くから。どこに逃げたらいいですか？鍵のかかる部屋に。おい、どっち行ったらいいんだよ！先生についてって。分かった。
かりしなさい。あれオリビアは？途中ではぐれたのかも。私が探してくるから2人はここから出ないで。わかりました、お願いします。助けが来るまで絶対に鍵を開けないで。はい。クリス隊長、数日前に連絡してきたレベッカ・チェンバーズって。元ラクーン市警の特殊部隊スターズの最初。ああ、分かった。もうすぐ着く。学生たちを安全な場所に避難させておいてくれ。絶対に敷地の外に出すな。了解。行くぞピアーズ。1998年、アメリカ中西部ラクーンシティ郊外アークレー山中で遭難者及び行方不明者が多発。ラクーン市警特殊部隊スターズがその調査に当たった。ラクーン市警スターズです。誰かいたら返事をしてください。ほとんどがアンブレラの薬。アンブレラとは人の健康を庇護するという釈明。1968年に創設された製薬会社である。アンブレラは創設後、会社の規模や組織を急速に成長させ、北米ヨーロッパへと次々にその拠点を広げ、巨大多国籍企業となっていた。伏せろ。いいから伏せろ。あなたは？アルファチームのクリス・デッドフィールドだ。ブラボーチームレベッカ・チェンバースです。君たちと救援できた他の仲間は？そうか。この部屋薬品が充実してるんですよ。大抵の怪我は手当てができます。それにしてもほとんどアンブレラの薬ですね。アンブレラ？知りませんか？ラクーンシティにある大手の製薬会社ですよ。この館は一体？秘密裏に作られた研究所かもしれないですね。レベッカ、銃は使えるな。はい。猟奇事件の裏にはアンブレラのウイルス実験が絡んでいた。製薬会社アンブレラの実態は
ウイルス研究と生体兵器 BOW 開発を主軸とした非合法企業だったのである。これはこの研究所にはたくさんのウイルスが残っています。思い切ってここを爆破してしまった方が。そうだな。もう後戻りはできない。レベッカ、やってくれるか。はい、起爆システムを作動させてみます。外で落ち合おう。はい、必ず。起爆システムが作動しました。研究員並びに警備員は速やかに避難してください。クリスを中心とするスターズの活躍によりアンブレラの研究所は消滅し、事件は解決したかに見えた。だがアークレイ山中で起きた奇妙な猟奇事件から2ヶ月、製薬会社アンブレラの所業が明るみに出ることはなかった。2003年、謎のアンブレラデータが裁判に提出され有罪が確定。これによりアンブレラは事実上倒産。しかし元社員や研究者たちの手によって持ち出されたウイルスや BOW がブラックマーケットなどに流出した。製薬企業連盟は世間から責任を追及されることを危惧し、対バイオテロ組織 BSAA を設立。クリスはその特殊作戦メンバーとなった。あらゆる不穏分子たちの手に渡ったアンブレラが生み出した悪魔の兵器は世界各国でバイオテロを引き起こした。2005年、ロチェスター市警察の警察官であるタイラー・ハワードはミネソタ州セントクラウド周辺で起きたバイオテロ収束のため応援要員として BSAA に同行。これはなんで倒れない？急所に当たったはずだろ。くそ！ BSA アドバイザーレベッカ・チェンバーズ。死にたくないなら次は頭を狙った方がいいわ。ありがとう。ロチェスター市警のタイラー・ハワードです。レベッカに命を救われたタイラーはアンブレラとバイオテロに関するデータを目にし、その秘密を知ってしまったためにアメリカ政府からエージェントとしてスカウトされた。タイラーの個人情報は記録上殉職という処理で抹殺され、エージェント、つまり合衆国特務機関対バイオテロ組織員としての新たな人生が始まった。2009年、クリスは BSAA 北米支部の隊長として最前線に立ちながらも後輩たちの育成にも力を入れていた。その中で最も優れた動体視力と驚異的な集中力を持ったスナイパー、それがピアーズ・ニバンスだった。ピアーズ、お前は将来必ず BSAA を背負って立つ存在になる。お前が BSAA のエースになるんだ。クリス隊長、そのためにはどんな時でも仲間を大事にしろ。仲間の存在と結束が BSAA を強くするんだ。はい。人間の力でバイオテロを撲滅する。そうだ、この世界が人間以上のものに支配されないためにな。そして2010年8月、ここ西オーストラリア州フィロソフィーでまた新たな事件がクリスたちを巻き込もうとその触手を広げ襲いかかろうとしていた。壊れてく世界を傍観してるわけにはいかない。
俺にはやらなきゃならないことがある。でも何ここ？学内が大変なことになってるのに、なんでみんなぼーっと座ってんのだ。かわいい、すごいかわいい、かわいい、めちゃめちゃかわいい、本当にかわいい。今日何かわいい子ばっかりじゃん。あ、そうでもないか。ああ、化け物、助けてクリス。レベッカ、無事だったか？ええ、学生たちは？しっかりした扉があって施錠できる部屋に避難させてある。そうか。 BSA オセアニア支部のソフィー・ホームです。北米支部アルファチーム隊長クリス・レッドフィールド。ピアーズ・ニバス。よろしく。ピアーズはレベッカも初めてか？はい。ピアーズは優秀なスナイパーだ。レベッカは？レベッカ・チェンバースです。この大学で科学の臨時講習をしています。よろしく。よろしく。バリントン・マイヤーです。フィロソフィー試験の刑事です。おそらく何らかの理由で T ウイルスまたはその他のウイルスが流出し感染が広がっている。もしかすると故意的なバイオテロの可能性もある。でも大学のオセ外にはアニア絶対支部の隊員たちが大学周辺の警備に当たっています。市民を守る立場として事を大きくしたくはない。市街地全体のパニックは何としても避けたい。とにかくこの大学の敷地内の化け物を殲滅すること、それと原因を突き止めること、できるだけ最小限に被害を食い止め生存者を救出し脱出する。バリントン刑事、何か分かっていることがあれば教えてください。今分かっていることは数ヶ月前から数名学生が失踪していることと、レベッカ先生は実は元ラクーン市警の特殊部隊の一員で今は化石が好きだってことぐらいかな。あんまり好意的な刑事さんじゃないみたいね。ソフィーやバリントン刑事と2人で東側から殲滅を始めてくれ。ちょっと今の発言聞いてたでしょ？聞いてたからレベッカとバリントン刑事を組ませないってことだと思う。いい隊長ね。クリス隊長がすでに君のことを仲間だと思って信頼してる証拠だ。それは光栄なこと。で、あなたは私のことどう思ってるの？レベッカ、警備員は？私たちがこの警備室に来た時にはもう誰もいませんでした。確かに一番に逃げ出しそうな顔してるわ、この警備員。他に必要な人数を教えて外にいる隊員を呼ぶわ。これだけで十分だ。できるだけ仲間を殺したくない。なるほど。ピアーズとレベッカは俺と一緒に西側から攻める。ゾンビたちを殲滅した区画から順にそこにゾンビが戻ってこないように防火シャッターを閉めていく。うまくいけば必然的に敷地の中心で落ち合う時にはほとんどのゾンビの殲滅が終わっているはずだ。了解。了解。バリントン刑事、銃は？今時リボルバーって俺にはこいつが一番使いやすい。ピアーズ、バリントン刑事に銃を。わかりました。レーザーサイト付きの909。使い方は？大丈夫。
ゾンビたちは大概の場合、腕や足や心臓を撃ち抜いても死にませんから、必ず頭を撃ち抜くこと。あ、分かった。行こう。ソフィー、心配してくれてるってこと？何かあった時のために。ありがとう。レベッカ。はい。まず先ほどのバリントン刑事はこのフィロソフィー・ユニバーシティの学長エズラ・セネットに買収されている刑事です。学長エズラがただ単にこの大学を守りたいのか、それとも何かの企みで事件に直接関与しているのか、まだその判断をできるような情報はつかめてはいないけど、分子生物学の教授兼化石博物館の館長をしているリアン教授が今回の事件に関わっている可能性は高いと思う。リアン教授。その教授を探しながらゾンビたちの殲滅に当たるとしよう。はい。それと。なんだ。なんでもない。こっちよ。待って。待ってたら死ぬぞ。現場は数年ぶり。いじめるなピアーズ。あんたの気持ちはわかるが、こいつらはもうあんたの生徒じゃないんだ。分かってる。ありがとう。レベッカはもともと薬品のエキスパートだ。じゃあ万が一俺が怪我した時には今の借りを返してくれ。分かった。死んでたとしても生き返らせてあげるわ。心強い。行こう。行こう。エズラ学長、裏切るようなことはしたくない。でもリアン教授、なぜですか？なぜあなたは分かってもらえないんですか？私はあんな研究結果を望んだ覚えはありません。私を犯人扱いするのですか？バリントンが言っていましたよ。学生たちの失踪はあなたが絡んでいるのではないかと。バリントン？それとです。あなた以外の誰にこんなことができるんですか？エズラ学長。マッシュ、メアリー・グリーンを探してくれないか？私よりあの刑事の言うことを信じているのですか？刑事？私はとにかくこの大学を守りたいんだ。守りたいだけなんだよ。警察は私たちを守ってはくれない。奪うだけだ。大切なものを。エズラ学長、教えてください。人間はなぜ学ぶことを必要とするのか、答えてください。答えてもらえませんか？疑問に対する答えが知りたいからだよ。知らないことが不安だからだよ。だから人は学ぶんだ。学び続けていくんだよ。だから私は学ぶ場所にこだわってここにこの大学を作り、大切に育ててきたんだ。マッシュ、私はね、幼い頃
学びたいと、どんなに学びたいと願っても学ぶことはできなかったんだ。だからずば抜けて IQ の高いお前を養子に取った。そのお前がこの私と同じように学ぶことを与えてもらえない孤児だったからだ。例えば学ぶ必要がない人間が存在するとしたら、その人間には何が必要だと思いますか？学ぶ必要がない人間？はい。マッシュお前、学ぶ必要がないと思った瞬間から人間は終わりだよマッシュ。終わりだよマッシュ。残念だけどお前には新しい世界が作れない。学ぶ執着心に終わりなんてないんだよ。終わりなんかないんだよマッシュ。だから私はリアン教授にこの研究をお願いしたんだ。あのウイルスを使えば人間の知能は限りなく上げる可能性がある。地球の未来のためにだ。いや世界の平和のためにだよ。それなのに教授、あんたはなぜあんな化け物を作った？私はあなたに感謝しています。私はこの学校で思う存分研究させてもらいましたから。教授、あんたは最初からこの俺を騙していたのか？騙していたのか教授！なんで繋がらないの？ルーカス、お願いだから電話に出て。ルーカス、お願いだから助けに来て。どっちに行ったらいいの？ルカス、どうしたの？出れないよね、ここから。いや、防火シャッターはこっち側からは開けられないから安全かもしれないけど、俺たちはここから出られない。そうだ、残念だけど出られないからしょうがない。何？いや、なんでもない。いや、やっぱりなんとかしてここから出る。ルーカスは私のどこが嫌い？なんだよこんな時に。答えて。おい、逃げてる途中にはぐれちゃって、今ウエストエリアの美術倉庫に隠れてる。お願い、助けに来て。私にも今同じメールが来た。ルーカス、なんでオリビアのメールを無視するの？無視してないって。やっぱりここから出るって言っただろ。ルーカスはオリビアのこと本当に好きなの？俺はオリビアのことが本当に無理だから。どうすればいい？なんで防火シャッター閉まってるのにその内側に化け物がいるわけ？マジで無理なんだけど。っていうかベサニー先生じゃん。そんないい加減な感じなんだ。何が？オリビアのこと。何言ってんだよ。ベサニー先生が化け物になっちゃってるんだぞ。オリビアのこと
助けに行かないの？行かないんじゃなくて行けないだろこれじゃ。その程度の気持ちで。あのさ、その程度の気持ちってどういうことだよ。俺は私がオリビアを救ってあげる。オリビアを助けに行く。私のことを分かってくれるたった一人の今までルーカスと一緒にいれて嬉しかった。ありがとうルーカス。ここが化石博物館です。レベッカ、はい。数週間前君が俺に連絡をくれた後、実は BSA 本部からもこのフィロソフィーユニバーシティの調査命令が来た。私の報告が遅れていたからだと思います。報告？今回私がこの大学を調査したいと願い出たら BSA が協力してくれて臨時講師という形で潜入捜査することになったんです。でもなかなか真相がつかめなくて。そうだったのか。なぜこの大学を調査しようと？それはディアス、撃たないでください。警備員のボッシュです。お願いします。ソフィーの言ってた通りだな。はい。何これ、停電もう嫌なんだよ。本当に無理だよ。こういうの暗いの無理なんだってば。もう暗いのは明るい未来が来る前だけで十分なんだよ。ああ、神様助けてください。天にまします我らの父よ、私たちを救いたまえ。右回り右回り、左回り左回り。何してる？祈ってるんですよ。何に？明るい未来という神にですよ。どうか私たちをお救いください。慌てない慌てない、あちん。珍しい宗教だな。はい、そのポーズで祈れる人なかなかいないと思う。はい、ちなみに信者は私一人です。だろうな。ポッシュブラウンです。信者がお前一人ってことは教祖もお前だなって、そう言いたいんでしょ。いや、そういう話じゃなくて、ポッシュはこの大学の警備員になります。じゃあ今この大学がどういう状況か分かってるな。もちろん分かってますよ。学内に化け物が徘徊して、だから私ここに隠れていたんですよ。警備室はイーストエリアなのになぜウエストエリアの博物館にいるの？いや、リアン教授がですね、今日は博物館を閉館するように言われたんで、私鍵を閉めに来ました。リアン教授が？はい、リアン教授、自分は4階の研究室にいるけども気にしないで博物館を閉館してくれって警備室に連絡がありました。研究室？はい。リアン教授はここにはいないと思う。ちょっと皆さんあれですか、リアン教授を探しに来たんですか？ああ、もしかするとリアン教授が今回の猟奇事件の鍵を握っている可能性があってね。鍵なら私も握ってます。レベッカ、ちょっと無視ですか？リアン教授がここにはいないってどういうことだ？事件が起きる寸前
イーストエリアの学長室の前で会ったんです。お言葉を返すそうですけどもですね、リアン教授が私に嘘をつくわけがないし、そもそもリアン教授がこんな化け物事件に関わるわけがありません。本当か？本当です。本当です。でもここまで来たんですし、研究室は調べた方がいいでしょう。ちょっとあなた私の話完璧無視してますよね。ああ、そうしよう。ちょっとまた無視ですか？ポッシュブラウン。はい。研究室までの近道を教えてほしい。何ですか？ということは私が必要ということですか？ポッシュ、はい、あなたの助けが必要なの。協力して。はいわかりました。じゃあね、特別にお教えしましょう。いいですか？これはね、おそらく私しか知らない近道と思うんですけども、2階にですね倉庫がありまして、その奥に階段があります。その階段わかった。私がここで喋ったら、私と一人をこれ置き去りにして自分たちだけで4階に行くつもりなんでしょう。もうそれはもう慌てないですよ。また無視ですか？わかりました。私はね、暗所恐怖症なんですよ。だからそれ困るんです。いいですか？皆さんは私が責任を持って4階にお連れします。そして言っときますけども、リアン教授は決して悪い人ではありません。どうしますか隊長？ポッシュに案内役を頼もう。了解です。よかった。ところでですね、皆さんは一体何者なんですか？対バイオテロ組織 BSAA の隊員だ。じゃあとりあえずは私の味方ということですね。何これ！俺たちの敵はこの化け物たちだ。どうした？なんで殺したんですか？殺さなければ殺されていた。ベティちゃんですよ。ベティ？この大学で唯一私にバレンタインのチョコレートをくれた女の子ですよ。これがその時もらった。持ってるのか？残念だけど。ポッシュ。はい。こいつはお前に襲いかかった時点でもうベティではなかったんだ。噛まれなかったか？いや、もし噛まれたら。噛まれていたらお前は俺たちの仲間ではなくこの化け物の仲間になっていた。行くぞ。はい。お答えします。なんでリアン教授が悪い人じゃないかと言いました。誰も質問してないし、しかも今悲しいはずじゃないのか？確かに質問されてませんし、今すごく悲しいんですよ。でも最愛のベティちゃんがこんなことになったショックとこの暗闇がもう怖すぎて、なんか頭がもう。私が聞くから。ありがとうございます。レベッカ・チェンバース。ありがとうレベッカ。だからリアン教授というのはもう電話。もしもし。レベッカ先生。メアリー大丈夫？はい、大丈夫です。大丈夫じゃないだろう。どうしたの？今オリビアから連絡があって、私たちが逃げ込んだ視聴覚室の近くにいるらしくて。でも防火シャッターの開け方がわからないから入れないって。メアリー、何言ってるんだよ。オリビアはウエストエリアだろ。いいから任せて。どうした？ポッシュ、視聴覚室の防火シャッターって開けられる？視聴覚室。もしもし、レベッカ先生。はい。生徒たちが視聴覚室に逃げ込みたいんだけど入れないって。レベッカ先生。あ、これだ。メアリー、開いた？はい、開きました。ありがとうございます。おい、何？うわ、マジか。メアリー、どうする？マジ？ルカス。離れろ！ルカス。ごめんなさい、ベタニン先生。ルカス、あなたのことも救ってあげる。レベッカ先生、閉めて。ポッシュ閉めて。はい。ありがとうございます。そこから動かないでね。はい。ありがとうポッシュ。お役に立ててよかったです。
ボッシュ、はい、案内してくれ。わかりました。こっちです。行きましょう。もう少しだ、待っていてくれ。あと数日だ。必ず帰る。やっぱり俺は裏切られたのか。イエスどうだ。少しは慣れてきたみたいね、刑事さん。いや、いつも戦う相手とはちょっと違うでしょ。でもあんたのおかげでだいぶバケモンとの戦い方が分かってきた。だからこっから先は俺一人で十分だ。二手に分かれて効率を上げようってこと？いや、そうじゃないよ。自信過剰なソフィー隊員。どういうこと？このフィロソフィーユニバーシティでのことはフィロソフィー死刑が内密に対処することになっているから、調子に乗って邪魔してほしくないわけ。わかりますか？事件をなかったことになんかできないわ。この大学のエズラ学長は金持ちだから。あなた刑事でしょ。バケモンが人間に襲いかかってくる時代に真面目に刑事やったってしょうがないんだよ。生き残るのに必要なのは金だ。金がなきゃ負けだ。世の中に捨てられちまうだけだ。え？くそ。クリス隊長が弾を抜いたんだ。さすがだな。私を助けに来てくれたんじゃなかったの？助かっただろ。まあ、ありがとう。調子に乗るなと忠告したろ。助かってないみたいだけど。必ず助ける。誰だ？リアン教授は何もしてない。何なの？何も調べるな。調べるなってことはあんた俺の味方か。なんか知ってんのか？待って、撃たないで撃たないで。BSA オセアニア支部隊員のソフィーを。 BSA。 化け物の流出を自分たちの責任にされないように製薬企業連盟が作った対バイオテロ組織。ずいぶん物知りね。名前は？メアリー。メアリー、一番近い避難場所を教えるわ。ウエストエリアにいる友達の女の子を助けに行きたいんです。一緒に行ってもらえますか？あなたたちはどこか安全な場所に隠れてた方がいい。でも危険だってことは分かってます。でもその子は俺の親友なんです。
分かったわ。付き合ってくれる？あありがとうございます。行ここっちよ。オリビア、すぐに助けに行くからね。今いる場所を教えて。そこで待っててね。私が救ってあげるから。これもしかしてアイリッシュジャイアント？よくご存知ですね。アイリッシュジャイアント。100年以上前、北アイルランドの鉱山で見つかった巨人の化石。なんで北アイルランドで見つかった化石がここにあるんだ？リアン教授がね、この化石の研究のリーダーだからですよ。数が多すぎる。俺は手前の化け物たちを狙う。行け！レベッカ！大丈夫か？レアード、悪く思わないで。できるだけ殺したくない。ポッシュ！はい！閉めろ！はい！隊長、隊長、ゾンビ閉じ込めましたよ。まさにあうんの呼吸ですよ。よし、やったー。そうだ、いいですかお二人さん、このフロアに展示してある化石発見の記事とか資料をちゃんと見てくださいよ。それを見てもらえればリアン教授が化石発掘の世界的権威だってことはよーくわかりますよ。そういうね、立派な人がね、こんな化け物事件に関わる。ちょっと隊長、話ちょっと聞いて。おい、もう。何？隠し部屋か。隠し部屋？やめて、来ないで。やめろ！お願いだからこっちに来ないで。親友だったのに、なんでだよ。俺だよ、わかるだろ。ビューだ。やめろ！安全な場所まで一緒に。おい、近づいちゃダメだ。デューダ、なんでだよ。おい、起きろよ。デューダ、デューダ。ロニー、くそー！やめて！
なんでこんなにバイオテロやウイルスに関する資料がこんなに。アンブレラの資料だ。アンブレラ生態兵器資料。アンブレラって何なんですか？今はもうないが、表向きは健全な製薬会社を偽った生態兵器の研究開発企業のことだ。アンブレラがなくなった後も T ウイルスは世界に広がっている。問題はその T ウイルスの資料がなぜここにあるかだ。やっぱり教授のリアン・ハワードだ。レベッカ、まだ俺たちに話してないことがあるな。なぜリアン教授を調べようと思った？リアン・ハワードとは何者なんだ？リアン・ハワードは5年前死亡した警察官タイラー・ハワードの父親なんです。タイラー・ハワード？どういうことだ？5年前ミネソタ州で起きたバイオテロの時に BSAA のアドバイザーとして同行していた私は応援要員として現場にいたロチェスター市警察のタイラーと出会った。くそ！これはなんで倒れない？急所に当たったはずだろ。くそ！ BSAA アドバイザーレベッカ・チェンバース。死にたくないなら次は頭を狙った方がいいわ。ありがとう。ロチェスター試験のタイラー・ハワードです。怪我してるわね。見せて。噛まれてないわよね。ああ。レベッカ、もしかしてこのバイオテロに元アンブレラの人間が関わってるのか？それは借りを返すのが随分。アンブレラはなくなったんじゃなかったのか？俺は親父をアンブレラに奪われた。分子生物学の研究者だった親父は数年前アンブレラを出入りするようになり帰ってこなくなった。俺は親父を探すためにアンブレラの秘密を暴くために警察官になったんだ。親父はきっと利用されてるに違いないんだ。タイラー、危ない！タイラー！くたばれ化け物！レベッカ、逃げろ！タイラー、今の話は私以外にしない方がいい。分かった。私とタイラーは別れて逃げた。5年が経ち、相次いで失踪事件が起きていたこの大学を調べていたら、タイラーの父リアン・ハワードが教授をしていることが分かった。レベッカ！クリス・レッドフィールド、ここはお前たちの管轄区域じゃないだろう。どういうことだバリントン刑事？ BSA だかなんだか知らんが出しゃばりすぎない方がいい。いいか、このフィロソフィーユニバーシティでは何の事件も起きてません。俺もお前らも化け物なんか見ちゃいない。お前たちが外部に情報を漏らしたら俺はエズラ学長から金をもらえなくなる。そうなったらこの女の命はない。だからお前らはただ黙って化け物殺すだけでいい。いいな、行け。レベッカ！くそ、隊長どうします？ポッシュ、はい、学長室まで案内してほしい。わかりました。ああ、何これ！隊長、開かない、開かない、開きませんよ！うわあ！
ポッシュ、端末でなんとか止められないのか。そんなことやっても隠しまで分かりませんよ。できません。ポッシュ、どけ。隊長、こっちだ。隊長、こっち。早く。隊長。あれ、メアリーがいない。隊長、ここリアン教授の研究室ですよ。研究室の裏口と隠し部屋がつながってたってことか。隊長、私が握ってたこの鍵は必要ありませんでしたね。あ、そうだ隊長、こういう場合はですね、鍵をなくしたってことにしたらかっこいいですよ。鍵なくしちゃったけど何気に研究室まで来れちゃったんだよねみたいな、そういう軽い感じ。ちょっとこれ以上何も関わるな。誰何も調べるな。レベッカから聞いた。タイラー・ハワードだな。タイラー・ハワードは5年前に死んだ。レベッカは貪欲な刑事に連れて行かれた。帰れ。撤退しろ。断る。心配するな。俺は合衆国特務機関のエージェントだ。あんたらの力を借りなくたって化け物はちゃんと殲滅する。政府にエージェントとしてスカウトされたのか。だから秘密を守るために死んだことにされた。帰らないなら力ずくでも帰ってもらう。信じたくないんだろう。自分の父親がこんな猟奇事件を起こすわけない。だから調べてほしくないんだろう。このバイオテロは一刻も早く終結させなければいけない。それが俺たちとお前の共通の任務のはずだ。たとえリアン教授が親父はバイオテロなんかに手を染める人間じゃない。騙されてるだけなんだ。誰かに利用されてるだけなんだ。だったらそのことを証明すればいい。俺が手伝う。無駄な争いはやめよう。レベッカも生きているタイラーという人間を信じてる。俺たち BSA の敵とあんたの敵は同じだろうしな。BSA のクリス・デッドフィールドだ。巻き込んですまない。俺は5年前のあの日レベッカに命を助けられた。
だけど死んだことになった俺は孤独だった。たった一人の家族リアン・ハワードに俺が生きてるってことを伝えたかった。俺は本当は死んでなんかない。親父。誰だ？え？誰だと聞いている。俺だよ、タイラーだ。誰だか知らんが、そんなくだらない冗談はやめてくれ。息子は死んだ。違うんだ。来るな。あんたの息子は死んでなんかいない。なぜ？どうしてそんな嘘をつく？私に近づいて私の研究を盗むためか誰に頼まれた？タイラーは5年前のバイオテロに巻き込まれて殉職した。私の知らぬ間に警官なんかになるからだ。あんたがいなくなったから探すために、あんたを救うために俺は警察官になったんだ。この手紙には必ず帰るって書いてある。だから俺は信じて待ってた。でもあんたは帰ってこなかった。だから俺は二度と私の研究の邪魔をしないでくれ。親父は俺のことを自分の息子だとは認めなかった。むしろ死んだ息子のことなんかよりも何か大事なことを研究しているようだった。取りつかれたみたいに。嫌な予感がした。5年前のアンブレラの所業と同じことをもし親父がやってたとしたら。アンブレラの悪辣な研究を見たのか？ああ、現場に落ちたアンブレラのタブレットにデータが残ってた。実験に使われた人間がゴミのように捨てられている画像がたくさんあった。悪夢のような実験や生体兵器の研究データも。数時間前、俺の前に突然現れた女子学生に奇妙なことを言われた。もうすぐリアン教授が世界をリセットしてくれるって。女子学生？ああ、クリス隊長。バリントン刑事が裏切ったわ。ああ、分かってる。レベッカをさらわれた。レベッカ先生が？お前は。大丈夫だ。バリントン刑事は俺たちが今回の猟奇事件を外部に漏らしたらレベッカを殺すと言っていた。奴の行動から考えると学長エズラは今回の事件の黒幕ではなく被害者ってことになる。やはりリアン教授が。これ何なんですかね？認証システムじゃない？認証システム？じゃあリアン教授だけを認識するシステムってことですか？試してみる。何を？誰なの？リアン教授の息子だ。リアン教授の息子？見たくないものがあるかもしれないぞ。真実が知りたいんだ。これは何？オリビア！おい！オリビア！オリビア！オリビア！なんでこんなことを。オリビア！はい。
ちのはずなのに全てが変わり果てて感じる悲しみと隣り合わせの運命がここから始まる Looking for the beat of chance気をつけろ。こいつら異常に動きが早い。はい、俺がおとりになるから一気に仕留めてくれ。了解。おい、やめろ、離れるんだ。嫌だ、オリビアは俺の大切な。なんでオリビアを撃った？あなたを助けるためよ。オリビア、オリビア、オリビア死ぬな！オリビア！目を開けてくれ、オリビア！なんでオリビアを？オリビア！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 頼むからまたみんなの前で私の彼氏ですって紹介してくれよ。オリビア！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 オリビア、すまなかった。助けてやれなくて、守ってやれなくて、すまなかった。嘘だろ。絶対に化け物なんかになりたくない。オリビア、大好きだったよ。ピアス、分かってます。ありがとう、ピアス。必ず助けるって約束したろ。大丈夫か？トシュ。はい、行くぞ。わかりました。こっち。君は自分が自分じゃなくなったらどうする？え？悲しいかもしれないけど、それで救われる人もいるよね。こんな化け物みたいな姿になって救われる人間なんていない。あなたは私の味方じゃなかったの。
みんなが私を裏切る。だから間違ってるのは私じゃない。私は本当にルーカスのことが好きだったのに。何があったか知らないけど投げやりにならない方がいい。私の気持ちは私にしかわからない。あなたの気持ちはあなたにしかわからない。でもあなたと私は似てる気がしてた。生きてる気がしない。そう言ってたはずのあなたは今は生きてる感じがする。一人きりじゃないみたい。でも私は一人。先行って。タイラー、あなたどうしたボッシュ？隊長、足が。大丈夫？俺が背負ってきます。仲間を見捨てたら俺が隊長に見捨てられるからな。いや、ありがたいですけど足手まといになりたくないんですよ。トシ、だから早くレベッカさんのとこに行ってあげてください。かっこつけてもかっこよくないからやめろ。私が残るわ。ソフィーも怪我をしてるだろう。何かあっても彼一人くらい守れる。一応 BSA の隊員だから任せて。ピアーズ、仲間は守るだけじゃなくて時には信じるものよ。すぐに戻る。じゃあ頼んだぞソフィー。ボッシュ、死ぬなよ。ちょっと変なこと言わないでくださいよ。もう大丈夫よ。タイラー、親父はなんでこんなこと。タイラーのせいじゃない。でも戦うしかない。行こう。ルーカスにとっては今日が人生最後の日になっちゃったね。寂しいけど私にはやるべきことがある。ルーカス、ディアン教授、なぜあなたほどの人が生体兵器なんかに手を出してしまったんですか？見たのか？アンブレラの資料や他にもバイオテロに関する資料などが隠し部屋にあるのを発見しました。なぜあなたがこの大学をパニックに陥れる必要があるんですか？息子を生き返らせることができなかったからだよ。え？私は息子のタイラーが生まれてからすぐに妻を病気で亡くし、男手一つでタイラーを育てていた。だが当時取り組んでいた研究の資金が急に凍結されてしまい、私は路頭に迷ってしまった。ちょうどその時、生体兵器の研究に協力してほしいと接触してきたアンブレラと手を組んだ。研究所に缶詰の毎日で家に帰ることができなくなったが、この研究が成功すれば大金が手に入る。私は息子のためにと働き続けた。だが5年前、警官になっていたタイラーが殉職したと聞かされた時から、私の人生は一変してしまった。私は
化石の DNA 採取からの生命の再生を研究していたこともあり、それが許されないことであったとしても必ず息子を再生させると心に誓った。私は T ウイルスを手にした。 T ウイルスと私の研究、そしてタイラーの遺体があれば息子を生き返らせることができる。私にはまだ希望があった。しかしその後アンブレラは崩壊。私は T ウイルスを持ち出し、密かに研究を続行させるためにエズラ学長に近づいた。だがタイラーの遺体がどうしても見つからなかった。遺留品からの DNA 採取もうまくいかなかった。タイラーを死に追いやったこの世界の秩序を変えてやる。私の手で、私の研究でこのくだらない世界ごと変えてやる。そうするしかないのだ。息子をよみがえらせたいという思いは生体兵器の開発へと変貌した。私の計画はまだ序章に過ぎない。やめてください。タイラーは生きています。息子は死んだんだ。お願いだから信じて。すぐにタイラーを連れて戻ってきます。なぜ撃たない？今回の猟奇事件の犯人がリアン教授だった場合、俺たちはお前の父親と戦わなければいけないんだぞ。一つだけ聞いておきたいことがある。あんたらの使命は分かってるつもりだ。でも俺は親父を信じてる。たとえ間違いを犯してたとしても何か理由があるはずなんだ。俺は真実が知りたいだけだ。家族や父親一人だけが。ああ、俺もな、妹だけがたった一人の家族だ。だけど俺には家族の他にも大切な仲間たちがいる。迷惑な話かもしれないが、どんな結果になっても俺たちのことは仲間だと思ってもらって構わない。俺はもう死んでるんだけどな。珍しい仲間だが、クリス隊長に免じて歓迎するとするか。行くぞ。行こう。マッシュ、マッシュ、聞いてくれ。あのウイルスは人間の知能を上げるためのものなんだ。メアリーの体が証明しているではないか。リアン教授のあの研究がうまくいけば、賢くなった人間たちは武器を持って殺し合いなんかしたくなくなるんだよ。分かってくれ、分かってくれ、マッシュ。私を信じてもらえないのなら仕方ありません。ですが限界まで知能を高め、学ぶ必要がなくなるところまで人間は進化できるのです。できるんですよ。
そして学ぶ必要がなくなった人間たちに必要なのは次の目的です。生体兵器となった彼らが限界まで高めた知能を発揮する場、それこそが戦場なのです。戦場なんですよ。その戦場こそが今。分かった。もう何もしゃべるな、マッシュ。もういい。もういい、マッシュ。気をつけて。ありがとう。いいわよ。ゆっくりね。すいません、本当迷惑ばっかりかけちゃって。ここに座って。ありがとう、ソフィー。ありがとう。ソフィー、私ね、子供の頃は本当に強かったんです。信じてないでしょ、その顔。ガキ大将みたいにね、本当強かったんだ。でもいつの間にか普通のおっさんになってさ。っていうか、人はそう思った時点で何か諦めてしまうのかな。だから私、強かった頃の子供の頃にすがる思いで警備員だったんですよ。でも今、その警備員の役目を果たせない自分がなんか悔しくて。大丈夫だから。あんまり喋らない方がいい。私ね、喋ってないとね、不安になっちゃうんですよ。そう、歌とか歌ったりしてさ。どうしたら落ち着く？ソフィー。レベッカ、大丈夫？ポッシュ、傷口を見せて。ハーブ？今調合するから。クリスたちは？学長室に向かったけど会わなかった？ええ。そう。大丈夫よ。解毒効果もあるから。ありがとう。それとこれも持っておいて。はい。これは救急スプレー。救急スプレー。ソフィー。ありがとう。バリントン刑事が追ってくるかもしれない。新種のゾンビと戦うよりマシでしょ。新種のゾンビ？ポッシュ、大丈夫？大丈夫、大丈夫だ、レベッカ。大丈夫だ、大丈夫。いいから、いいから。ポッシュ、ソフィー、スプレー、スプレー。ポッシュ。無理だ。ソフィー、チクショー。ソフィー、無理だ。ソフィー、殺してくれ。
ソフィー離れて。感染してたんだ。残念だけど。Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. If the mockingbird to see, Mama's gonna buy you a diamond ring.お前もまだ生きてたのか。あんたとの決着がまだだからね。生意気な。人質に逃げられるような輩に負けるつもりは全くない。あのさ、俺が交渉してやろうか。何の話？いやだからお前たちも金欲しいだろ。さっさと化け物片付けて一人殺人鬼がいましたで終わりにすればいいだけなんだって。お前たちがそうしたいって言うのなら俺が絵面学長に賄賂の交渉してやる。殺人鬼って。こんだけ失踪してしまった学生やら化け物になっちまった学生とかそれに食われちまった学生とか被害がすごいじゃないですかね。だから凶悪な人間の犯人を一人仕立て上げて全てをなすりつけてしまいましょうって話が俺の提案で絵面学長が決めたこと。まあ犯人に仕立て上げられた本人はもう首をつって自殺したことにされているはずだから全く気づいてないけど。誰？レベッカ先生。レベッカ先生は誰か分かりますか？秘書のマッシュ。ベンガーやっぱり賢いな。でどうします？もちろんこの話乗ってくれますよね。要するに私たちがうんって言わなかったらあんたも金がもらえないってことでしょ。だったらその話には乗らない。なんだと。クソ待て。レベッカ。ありがとうソフィー。ありがとうブッシュ。
ことをしとめましょう。私は騙されたんだ。ただこの大学だけはどうしても守りたかった。どうしてもだ。両親が私の目の前でイタリア兵士に殺された。貧しかったが愛があった私の家族はその一瞬で崩壊し、孤児になった6歳の私は敵国の戦場に連れて行かれ働かされた。私の仕事は救命テントでの遺体処理だった。なんでみんな死んじゃうの？その質問に近くにいた衛生兵が答えてくれた。この国も君の国も学ぼうとしないからだよ。何度か生き延びてこの大学を作った時、孤児にいたお前と出会った。マッシュ、その時のお前は本当に眩しかった。貪欲に学ぼうとするお前に未来を感じた。私は本当に賢かったお前に嫉妬さえ感じていたのかもしれない。マッシュ、お前は私の憧れだった。お前を信じていた。お前に未来を託したかった。学び続ける賢い人間たちが作る平和な未来を。マッシュ。そしてその思いが飛躍し、ウイルスで人間の知能を最大限に発揮させる研究を私に依頼した。お悔やみは済みましたか、エズラ学長。動くな！お前ら来るな！親父、それわざわざ持ってきてくれたんです。学長解放しろ！そのアタッシュケースと交換しましょうか。そのアタッシュケースの中身はおそらく T ウイルスだ。T ウイルスだけじゃない。私がアイリッシュジャイアントの化石から抽出した DNA を使って開発した新種のウイルス。化け物たちを作ったのはやっぱりあんたか。タイラ、渡しちゃダメだ。だが学長を犠牲にするわけにはいかない。親父、なんでこんなこと。動くな！おい！もうこれ以上の実験はさせない。見たか、あれが逃げることしかできない人間の姿だ。どうせ私がいなければウイルスはあいつにとってただの液体でしかない。それにもちろんウイルスはあれだけじゃない。では実験を始めようか。タイラント。新種のウイルスを投与したタイラントだ。あんまり早く死なれると実験のデータが取れなくなるので頑張ってください。
正面から引きつける。奴の背後に回り込み、平は足元、ピアースは頭を狙ってくれ。了解。分かった。ピアース。ピアース。大丈夫。ピアース今だ。撃て。クリス隊長、大丈夫ですか？ああ、なんとかな。優秀な部下のおかげで死なずに済んだ。あんたは何のためにこんなことしてる？息子を死へ追いやったこの世界の秩序を変えるためだよ。俺はここにいるだろ。リア・ハワード、俺があんたの息子だ。俺がタイガー・ハワードだ。ここにいる。死んでなんかいない。これからももう死なない。だからやめてくれ。人生において2つの岐路が開かれている。一つは理想へ、もう一つは死へと通じている。私は理想へ向かうことを選んだ。神が私の行為を認めればこの世界の秩序は変わる。こんなくだらない世の中は一度滅びるべきなんだ。私と息子を不幸へ陥れたこの世界は滅びるべきだ。なぜだ、やめろ。また俺を一人にするのか。親父、親父、誰だ。親父、残念だがモディア教授は人間じゃない。神は絶対あんたの行為を許さない。だから俺があんたを止める。平、もう十分だ。今日でこの日記を書くのも最後になるかもしれない。日記というか手紙だ。私は死んだお前を自分の研究技術で蘇らせようと考えていた。それが神に背く行為だと分かっていながら、でも結局それは叶わず、自暴自棄になった私は悪に魂を売ってしまった。すまない。もう自分を止められないところまで来てしまった。しかしもし仮にお前が生きていて私の今の姿を見たら、きっとお前は私を殺してくれるだろう。いや、殺してくれ。
メアリー・グレイと一緒に。助けて、レベッカ先生。メアリー。レベッカ！バカ、二度も人質にされてんじゃねえよ。君はお願いだからやめて。なんでこんなこと。偉そうに言うな。言っとくけど、私は貴様らより数倍も優れた頭脳を持ってる。残念だけど貴様らは私には勝てない。なぜなら貴様らは人間で、私は人間以上の存在だから。面倒だけどバカな貴様らにも分かるように説明してあげない。目的は何だ。目的はない。なぜなら目的とは成し遂げようとする事柄のこと。私は何も成し遂げようとはしていない。生まれ持った運命を生きているだけ。難解かもしれないけど、お前が偉そうに取材した化学反応式と同じだよ、レベッカ。人間には解明できない科学が存在するんだろ。それが私だよ。血液難病を抱えてこの世に産み落とされた私の死を受け入れることができなかったパパは、私に T ウイルスを投与しようと考えた。私のパパはアンブレラの研究員だった。パパは化石 DNA 再生研究の権威、リアン教授に私の体を調べさせた。私の体は T ウイルスと共存できることが分かり、リアン教授が私の延命担当者になり、定期的に私の体に T ウイルスを投与した。リアン教授はアンブレラ崩壊とともに両親を亡くした私を保護して、アンブレラから持ち出した T ウイルスを私に投与し続けてくれた。その頃息子を亡くしていたと思い込んでいたリアン教授は、私を自分の娘だと思って私の言うことを何でも聞いてくれた。だからリアン・ハワードは私のパパ。平お兄ちゃん。お前が私のパパを殺したんだろ、タイラー・ハワード。だからお前は許さない。それともう一つ許せないことがある。それは愚かな生物、人間の身勝手さだ。偉そうなことを口走る人間という生き物は結局は自分のことしか考えられない悲しい生き物だ。なのにそれを認めないからこの世界をねじ曲がっていく。だからそういう人間たちは私が救ってあげるの。オリビアもルーカスも私が救ってあげた。秘書のマシューと刑事のマリントンは使えないから使うのやめた。エズラ学長は嫌いじゃない。貴様らは、お前らは、君たちはどうする？私に救ってほしければひざまずいて懇願すればいい。今は私が神だから。人間以上の存在がこの世界を支配する時が来ちゃったね、レベッカ先生。まとめに入ります。つまりは何が言いたいか、本当は特に何も言いたくないし何もしたくない。だって神はそういうものだから。私はお前のことも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 知ってる。全部調べたから。お前らの目的はバイオテロの殲滅なの。あのな、人間が作り出したものに人間が翻弄されてんだぞ。バカか貴様らは。メアリー・グレイ、君は間違ってる。なぜ気がつかない。さっき言っただろ、お前らが身勝手な生き物だからだよ。怖いからその答えを見て見ぬふりをしてる。教えてやるよ。自分たちが殲滅されればいいんだよ。そうしなければ、そうならなければお前らは自分たちの間違いに一生気づかない。永遠に同じ過ちを繰り返すだけだ。納得した？一回いなくなって一からやり直せばいいんだよ。失敗しちゃったんだから。リセット。リセット。メアリー・グレイ、君がリアン教授をそそのかしたのか？そそのかしたんじゃない。導いたの。リセットしたら二度と人間は生まれない。神なのにそんなこともわからないのか？は？俺たち人間は自分を最高級の欠陥品だということを知ってる。
だから決して一人きりで生きていこうとはしない。自分の欠陥を補ってくれる人を必要とする。でも君は自分には欠陥がないと思い込んでる。だから君こそ自分の間違いに気づいていない。君はただ寂しくて臆病な気持ちを紛らわしたいだけだ。なんだこいつ。メアリー、レベッカ。はい。メアリー、もうこんなことやめるんだ。メアリー、君は T ウイルスと共存してることを隠して今まで平和に生きてきたんだろ。でもきっと些細なことが原因で人間の愚かさと儚さを痛感して自分を人間でないものと認めた。でもそれは君のせいじゃない。君が理性を失ったのは打ち続けたウイルスのせいだ。ルーカス、私ルーカスのこと。ごめん、俺オリビアと付き合ってるから。メアリー、ごめんね。怒らないで。メアリーがルーカスのこと好きなの知ってたけど、ルーカスは私のこと選んでくれたの。いくら頭が良くても綺麗でもお金があっても手に入らないものってあるでしょ。だからルーカスのこと諦めてくれるよね、メアリー。今からでもやり直せるかな。ああ、必ずやり直せる。メアリー、君は一人じゃない。ありがとう。じゃあリセットするね。メアリー、メアリー。ウイルスを打ち続けていただけのことあるな。この状況で冗談を言える余裕があるとは随分成長したな、ピアーズ。冗談っていうのは余裕がある時にだけ言うわけじゃないですから。全員撤退だ。俺は残って戦います。この化け物のために全員の命を捨てる必要はない。でも仲間は絶対に守る。悪いが俺は信念を曲げない性格だ。
俺はとっくに命を捨ててる。手伝わせてもらう。2度目の人生を無駄にするな。一人でカッコつけるのはやめてください隊長。クリス。ありがとうレベッカ。ありがとうクリス。ああ。ただ車の鍵をなくしたみたいだ。送ってくれるか。鍵をなくした？ああ。共に戦い続けた仲間を送り届けるのは当たり前だろ平。もちろんだ。これからも同じ目的に向かって戦う仲間だからな。壊れてく世界を傍観してるわけにはいかない。俺たちにはまだやらなきゃならないことがある。もしかして鍵ってこれのことかしら？鍵？後でのお楽しみだ。この先助ける必要はないってことか。代わりに連絡先を教える。やはりこんな体にしてしまってごめんね。ごめんね。一人ぼっちじゃないからね、メアリー。そう。それで二人で新しい世界を作ろう。
緒に出直すんだねえメアリー。そうだ、今日はお前と私の始まりの日だよ。そう、始まりの日だ。帰ろうね。昨日と同じ街のはずなのに全てが変わり果てて感じる終わりのない悲しみと隣り合わせの運命がここから始まる Looking for the meaning of justice Yeah, sending the fire 何が
the target 行けるとこまでそう限界まで鳴り出す警報 No way out でもここじゃ絶対に離すな手を I got your back 一人じゃねえだろう気に食わねえなら帰ってく Only 止まったまんまじゃ出しまうぞね掴みたいつなげたい未来をこの手でその声をその言葉信じてないの行き場のない悲しみへと交差してゆく運命が明日へと続いてく Looking for the meaning of justice夜空も越えて光の先まで取り進む One way Until the last shot 孤独も越えて出そうな先まで声が続くまで Until the last shot Until the last shot Until the last shot